ご紹介に預かりました、農学部の金子でございます。よろしくお願いします。私は、海水魚におけるセシウムの取り込みと排出というタイトルで発表させていただきます。先ほどの福島の二平先生のお話によりますと、水産物っていうの汚染がいまだに結構深刻な状況にある。また先月には、福島県で取れたアイナメが25,800ベクレルという非常に高い値を示したという衝撃的なニュースもありました。でそういった中で水産物の、特に魚の海水魚の、がどうやってセシウムに汚染されて、逆にどうやって除染されていくかという、そういうメカニズムを知ることは非常に重要なことです。汚染といいますと、まるでこの白いハンカチが例えばインクで青く汚れると、そういうイメージがありますけれども、実はセシウムと魚あるいは生き物にとって生き物の汚染というのは決してそんなものではありません。ここに、周期表の一部を抜き出してきてあります。これアルカリ金属と呼ばれる仲間ですけれども、ここにカリウムがあります。その下にルビジウム、そしてもう一つ下にセシウムというのがあります。実は、生態にとって、カリウムとセシウムというのは区別することはできません。でセシウムというのは、元来魚の生き物の構成成分ではございませんけれども、ひとたび取り込まれたりするとカリウムと全く同じ挙動を示すということが知られております。したがいまして、カリウムの挙動を理解するということがセシウムの挙動を理解するということにつながります。しかし残念ながらカリウムの挙動というのは意外と知られておりません。で私たちは長年魚の浸透圧調節という研究を行ってきたんですけども、その一環としてカリウムの研究を2、3年ほど前から始めております。でそういった中で今回の事故が起きまして、早速セシウムの動態について調べるような研究を始めております。で今回はその一部についてご報告したいと思います。でこのタイトルの内容をご理解いただくために、まず私たちのやっております魚の浸透圧調節のメカニズムを簡単にご理解いただきたいと思います。次に、汚染されるメカニズムとして魚が水を飲むというのは非常に重要なことになっております。ちょっと皆さん意外に思うかもしれませんけれども、これは後で説明いたします。そして逆に排出するメカニズムとしましては、エラからどうもセシウムが排出されるということが分かってきました。そしてそういった知見を踏まえた上で、セシウムの取り込みと排出のメカニズムの全貌をお示しし、さらにそのメカニズムを利用することによって、除染の効率を高めるためにはどうしたらいいかといったことを最後に言及したいと思っております。まず最初、魚の浸透圧調節のメカニズムということなんですけども、まずはじめに海水魚と淡水魚を分けて考えてみたいと思います。淡水魚、真水の魚ですね。真水の魚にしろ海の魚にしろ、これも意外かもしれませんけども、血液の塩分濃度というのは我々人間と同じです。食塩でいうと大体 0.9% の血液を持っております。それに対して環境水である真水というのはほとんど塩分濃度ゼロです。わずかにありますけども極めて低い値です。その結果、この塩分濃度の差によって水と塩が勝手な移動をしてしまいます。つまり水は外から体の中に入ってきて塩分濃度を薄めようとします。そして体の中の塩は逆に外に抜けていこうとします。これが勝手な移動です。ところが魚はちゃんと 0.9% の血液を維持しないと生きていけません。そのために調整を行っております。それが何かというと、入ってきちゃった水は大量の尿として排出します。尿を作って、排出すると。それに対して不足する塩類は一つには餌を食べて補う。で餌がない時にはエラの塩類細胞と呼ばれる特殊な細胞からエネルギーを使って、NaCl を吸収しています。でエラというのは普通呼吸器官ですけども、それ以外にここに塩類細胞という特殊な細胞がありますけども、この細胞が淡水魚の場合は NaCl、環境水に溶けているわずかな NaCl を一生懸命取り込むことによって体内のイオンを保持しているわけです。逆に海の魚でも血液の塩分濃度は 0.9 です。それに対して海水の塩分濃度は 3.5 で非常にしょっぱいところにいるわけです。言ってみれば白菜を塩漬けしている状態になりがちなわけです。
つまり、水とイオンの勝手な動きというのは、水が抜けて塩が入ってくる、塩辛くなっちゃうわけです。塩漬け状態になりがちなんですけども、実際に海の魚はしょっぱくございません。マグロの刺身を食べるとき、私たちは醤油をつけます。で、もししょっぱかったらそんなもんつけないわけですね。それでどうやってこの 0.9% という外より薄い濃度を維持しているかというと、これが大変なエネルギーを使っています。一つには、入ってきちゃった塩はエラからエネルギーを使って排出しています。これ実は先ほどと同じ塩類細胞が今度は逆に、海水魚の場合は、体の中の過剰な塩類をエネルギーを使って外に排出しております。で、この勝手に入ってきちゃう塩を排出するわけですけども、今度水が抜けちゃってるこの不足する水はどうするかというと、海の魚は海水を飲みます。これは私たち人間にはできない芸当です。海で喉が渇いた時に海水飲んでも全く喉の渇きは癒されません。ところが魚はしょっぱい海水を飲むことによって水を吸収することができます。ただ非常に大変なことをやってるんですけども、これが実はセシウムと深く関わってきますけども、その点については後ほど申し上げます。で、塩類細胞っていうのはエラにあるんですけども、エラってこんな格好してるんですけども、あまり細かいことは申し上げません。特殊な染色をするとエラの一部にこういう緑色に光る塩類、実際には光ってないんですけども、特殊な染め方をしますと、こういうふうに塩類細胞と呼ばれるイオンを、塩類を出したり取り込んだりする細胞がいっぱいあるということが分かっております。それでちょっと話はそれちゃうかもしれませんけども、淡水魚、海水魚というのが いますけども、淡水魚のエラの塩類細胞というのはひたすら塩を取り込むだけです。海の魚、海水魚あるいは海産魚と言いますけども、この場合にはこのエラの塩類細胞がひたすら余分な塩を出すだけです。ちょうど反対です。それに対してウナギ、サケ、あるいはここにあるティラピアなどと呼ばれるいわゆる好塩生魚、海でも川でも生きられるような魚というのは、エラの塩類細胞の機能を環境によって切り替えることができるんです。ですから海でも川でも生きられるんです。私この辺りを一番専門にしてるんですけども、今日はセシウムの話なんで先進ませていただきます。さて、ここで思い出していただきたいのは、海の魚は塩を飲むか海水を飲む、しょっぱい海水を飲んでどうやって水を吸収するか、そのメカニズムについてご説明いたします。まずはじめにこれメダカの赤ちゃんなんですけども、メダカって意外としょっぱいところでも生きていけます。真水と 80% の海水、若干薄い海水ですねに入れた場合の水飲みを調べたものです。これ何かというと、環境水中に蛍光物質をちょっと溶かして、それで1時間、3時間、24時間置いた時点で取り上げて、特殊な蛍光顕微鏡というものを使ってみると、飲んだ水が見えます。ちょうど人間というとバリウムでこう腸の中を調べるような感じですね。そうするとこの3時間のところだけ見てください。淡水の場合には胃のところに水が入ってます。それに対して 80% 海水のものではすでに肛門のところまで水がびっしり入っています。つまり淡水では魚はあまり水を飲みません。海水では水を補うためにガブガブ常に飲んでいます。これがとっても大事なことなんでよく覚えておいてください。それでその取り込むメカニズムです。で、ここでも一つルールがあります。水というのはしょっぱいところから薄いところには流れません。水を吸収するためには塩分を取り除いて薄くする必要があります。つまりこれウナギの腸なんですけども、これ模式的に書いたものです。海水を飲みます。その中には NaCl あるいはカリウムが入っています。それで飲んだ海水がこの腸、最後の直腸に行くまでに NaCl カリウムを一生懸命吸収します。多くの場合エネルギーを使って吸収します。それで塩分濃度を下げていくんです。皆さんアイソトニック飲料という言葉は聞いたことがあると思います。アイソトニック飲料、ポカリスエットですね。アイソトニック飲料のアイソトニックというのは同じ塩分濃度あるいは、同調という意味です。つまりポカリスエットは汗かいた時に水を効率よく吸収できます。それは塩分が体液とほとんど同じだからです。で、ここでやってるのは、魚は水を吸収がしたいがために NaCl カリウムを体内に吸収しちゃうんです。で、ここで思い出してください。海の魚ってのはしょっぱいところにいるんで、外から塩が入ってきちゃいます。もうコリゴリなんです。それでも水が欲しいから NaCl カリウムを取り込んでるんです。で、取り込んだものはどうするかというと、すぐエラの塩類細胞から出してます。そこまでして水を補おうとしてるんです。それで
一番大事なのは、取り込んだ水の溶けてるイオンを取り除くというのがとにかく大事です。で、この一価のイオン、NaKCl に関しては、こういうエネルギーを使って取り込みます。そのメカニズムもよく分かっております。腸の上皮細胞というのがありまして、こっちが、飲み込んだ水が通る管空です。そこにある細胞のこの膜の上に NKCC と呼ばれる特殊なタンパク質があります。これは単純な話で、ナトリウムとカリウムと、クロライド Cl ですね、を取り込むトランスポーター、輸送体ですよという名前です。この赤で書いてあるものです。で、このメカニズムに乗って、実はセシウムが入ってきちゃったら体の中に入ってくるんです。これが魚の一番の海水魚のセシウムを取り込むメジャーなルートです。ですから魚は、海水を飲んじゃって、その中にあるセシウムを積極的に取り込むメカニズムを持っているということになります。で、時間がないんでちょっとこれ飛ばしますけども、実は2価のイオンに関しては吸収できなくて、腸の中で沈殿物作っちゃうんですね。魚って何にも、海水の魚っていうのは餌をあげないで1週間2週間置いといても、腸の中にこういう糞ができます。この白い糞、カルシウムケーキと呼んでるんですけども、実はこれカルシウムとマグネシウムが入ってます。で、これは餌に由来するものじゃなくて、海水中に入っているカルシウム、マグネシウムという2価の陽イオンを重炭酸を分泌することによって沈殿させちゃう。つまり飲んだ海水から物を取り除くもう一つのメカニズムなんです。そして最終的に腸の後ろに達したこの直腸というところで、海水と血液の塩分濃度がほとんど同じになった段階で、この直腸で水を吸収します。で、直腸ってこれです。これ皮膚を切り抜いたところなんですけども、ここに肛門が見えます。で、ここちょっとくびれてますけども、実はここに弁があるんですね。で、どうなってるか、こっちは肛門の括約筋、つまりこれが上から水が流れてくると水が逆流できない構造になっています。ですからここの直腸の部分がまるで風船のようにパンパンに膨れてます。そうすることによって水を絞り出してるんです。一番絞りじゃないですけど、ぐいっと雑巾を絞るようにここで水を吸収してます。で、ここにある水が血液よりもしょっぱい、つまり海水の状態ではうまく水を吸い出すことができません。つまり飲んだ海水からイオンを取り除いて最後に絞るというのが、海水魚は真水を得るための手段なんです。これまとめですね。要するに海水の魚は腸上皮で NaKCl を吸収すると。で、入ったものは当然体内に入るということです。で、今のが、セシウムをカリウムと間違えてセシウムを取り込んじゃうメカニズムで、今度は入ってきたものをどうやって出すかという話になります。で、実はこれ最近私たちが発見したことなんですけども、海水魚はエラからカリウムを排出するということが分かりました。実はこれ、半年ぐらい前まで分かってませんでしたけども、私たちの研究グループが世界で初めて明らかにしました。で、これアメリカの雑誌に出したんですけども、すぐに、これをやった時には特にセシウムの話は考えてなかったんですけども、このカリウムを出すんだったらきっとセシウムも出すだろうということで調べたら、同じようにエラからセシウムを出すことが証明できました。で、ちなみにこれは海水の魚のエラの表面なんですけども、このポツポツ穴が開いてます。これが塩類細胞です。厳密に言うとこの塩類細胞がこの下に隠れてて、ここに塩類細胞の頭が出てます。で、海水の魚はこの塩類細胞から一生懸命塩を出すんです。そうしないと塩漬けになっちゃいます。だから塩類細胞とっても大事なんです。で、どうやって塩を出しているかというと、それを画像化したものがこれです。こういう同じような位置関係なんですけども、この穴から塩が出てくると茶色くなるような仕掛けをして、したものなんですけども、この穴からこういう塩が出てくると。で、これ、動画になってうまくすると動くんですね。10回に2回ぐらい動きません。今日は当たりですかね。平気です。この辺見て、これ塩類細胞です。塩類細胞の頭がだんだん濃くなってきますね。ここから塩が噴き出てるんです。海水魚の魚のエラの表面から、特にその塩類細胞からは塩が噴き出てるというのを見事に表したものだと思うんですけども、ちょっと若干マニアックな話ですけど、それでその塩類細胞がもう NaCl を出すというのは昔から分かってます。1930年代から分かってました。で、ところがそこからカリウムを出すんだというのが分かったのがつい最近です。で、そのミソになったのが、
この塩類細胞の頭にある ROMK と呼ばれる特殊なタンパク質、これはカリウムを通す穴です。で、このカリウムを通す穴を私たちが同定して、それがどこにあるかというのを調べたのはこれです。緑色に光っているのが塩類細胞です。塩類細胞、もともと緑色に光っているわけではございません。特殊な操作によって緑色に光らせています。そしてこの ROMK、これを今度はこの上で赤で光らせています。つまり塩類細胞の頭のところにこのタンパク、カリウムを通すタンパクがあります。で、しかもこのタンパクはセシウムを同じように通すことが証明されております。で、時間もありませんので、まとめのようなことを言わせていただきますと、海水魚と淡水魚でセシウムがどうやって動くかというと、海水魚の場合は水をいっぱい飲みます。もちろん餌も食べます。餌と水両方から腸管にセシウムが入ってきます。で、それを腸管上皮で発現している、NKCC というタンパクを介して体内に取り込んでしまいます。で、出ていく方はどうなっているかというと、体内に過剰になったカリウムあるいはセシウムはエラの塩類細胞からエネルギーを使って積極的に出します。海水の魚はあまり尿を出しません。水がもったいないんでおしっこしないんです。ですから尿から出る量は極めて少ないと思われます。ですからメジャーなルートとしては口から入ってエラから出ると。で、カリウムです。で、セシウムも同じように口から入ってエラから出るということになります。で、淡水魚の場合は、もちろん餌を食べれば腸管の中に入ってセシウムが入っちゃいます。しかし、浸透圧調節のために水を飲むことはありません。餌を食べるときに当然入ってきますけども、水をガブガブ飲んだりはしませんので、海水魚に比べるとセシウムによる汚染は少ない、汚染しにくいということができます。速度が遅いということですね。ただ同じ量入っていれば最終的には同じだけ汚染されてしまいます。それに対して出ていく方は必ずしもよく分かっておりませんけども、どうもエラからも淡水中でもエラから過剰なカリウムあるいはそれに伴ってセシウムを排出できるらしいということが分かってきています。あと尿からもある程度出てくるかと思いますけども、この辺はまだ厳密には明らかになっておりません。それで、おそらく私の発表の中ではこれが一番大事なことかと思いますけども、海水魚の場合と淡水魚の場合を比較して、汚染のされ方、除染のされ方を示したものです。海水魚の場合は、あるセシウムがある環境に置かれるとどんどん汚染していきます。ところがあるレベルに達すると平行状態になります。つまり入ってくるセシウムと出てくるセシウムが同じ、釣り合ってそれ以上汚染されなくなります。そしてそれを汚染してないセシウムなしの水に戻すとゆっくりと抜けてきて最終的にはゼロになります。で、その時この抜けていく時に、含量が半分になるまでの時間、これを生物学的半減期と言います。で、海水魚はこんな感じなんですけども、淡水魚の場合は、汚染のされ方がゆっくりです。どうしてかというと、海水魚に比べて淡水魚は水を飲まないからです。で、汚染されにくくてゆっくり汚染してて、やはり同じように最終的には、平行状態に達します。そして今度はセシウムなしの水に戻した時にも、ゆっくりと除染されていきますけども、その時淡水魚の方が時間がかかります。生物学的半減期は淡水魚の方が長いわけです。ですから一言で言うと、海水魚は汚染されやすくて除染されやすい。淡水魚は逆に汚染されにくくて除染されにくいということです。皆さんもおそらく新聞なんかで報道で淡水魚はなかなかきれいにならないなんて話を聞くかと思いますけども、それは裏返せば淡水魚は汚染されにくい、されるのに時間がかかるということになります。ちょっともう時間がありませんので、これで終わりにさせていただきますけども、じゃあ除染の効率を高めるためにはどうしたらいいかというと、きれいな水の中でカリウムの代謝回転を早めればいいということです。カリウムっていうのは天然の状態で別に悪いものではもちろんありませんし、淡水魚でも海水魚でも体の中に含まれているカリウムは一緒です。ですから100カリウムが入ってくれば100カリウムが必ず出ます。同じようにセシウムもそれに乗って入ってきたものは出ることができます。ですからカリウムの代謝回転を早めるためにはどうしたらいいかというと、飼育水にカリウムを加える、
そうすると、体内の取り込みが増えて、その分カリウムの排出が増えて、それに乗っかってセシウムも出ていくということです。あるいは、こっちの方が現実的かと思いますけども、餌にカリウムを添加する。そうすることによってカリウムをいっぱい取り込ませて、それにつられてセシウムを出そうと。こういうことをやることに、植物ではよく言われていることですけども、こういう大事なことは、そのメカニズムを承知した上でこれをやるということです。で、もちろん私たちの研究の成果ですぐに物事が解決するわけではありませんけれども、ただ一つ大事なことは、魚はちゃんと積極的にセシウムを排出するメカニズムを持っているんだということをご理解いただければよろしいかと思います。以上です。どうもありがとうございました。